どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。皆さん園芸を楽しんでますでしょうか。だいぶね外も暖かくなってきて、うちの植物たちもねこう動き始めまして、今年もね楽しい園芸シーズンが始まったなという感じです。うちにはこういったねグラキリスとか、あとねアガベとか、あと後ろにはねこういった灌木系であるとか、こういったね植物たちが全部でね100株以上はあるんですけども、これらをねやっぱりねメンテナンスして育てていって少しずつ成長しているのを見るっていうのもね本当に楽しいんですよね。植物はもうある程度完成されたものを鑑賞するっていうね楽しみももちろんあるんですが、この植物をメンテナンスする時間っていうのもね結構楽しい時間だったりします。うちにはねそうやって植物をメンテナンスする園芸ツールもねいろいろありまして、使いやすいっていうのはもちろん重要なんですけど、デザインだったりギミックだったり使っていてねこうテンションが上がるものというのも園芸を楽しむ一つの要素なんじゃないかなと思ってます。そんなわけで今日は僕が普段使っている園芸ツールをまとめて紹介してみようと思います。あと植物の育成環境もね気になる方が結構いるんじゃないかなと思うので、室内とあと屋外でもね育成をしてますので、そのね育成環境っていうのも紹介してみようと思います。最近こういったねアガベだったりグラキリスとかをね育て始めた方や、これからね迎え入れたいと思っている方、そういった方にね揃えておくと良さそうなものをまとめて紹介しますので、参考になったら嬉しいです。はい、そんな感じで園芸ツール紹介していきますが、もしね皆さんもお使いの園芸ツールでおすすめなどあればねコメントで教えていただけたら嬉しいです。それ以外も今回の植物を見た感想であるとか、あの植物気になるみたいなね、そういったコメントもお待ちしています。ではね早速紹介していきましょう。はい、まずねこのツールスタンドに入っている園芸ツールから紹介していきたいと思います。こちらの中からまずこれですね。こちらは剪定バサミですね。でこれはこんな感じでめちゃめちゃかっこいい剪定バサミなんですけど、こちら富山刃物の角千円別注のミニ剪定バサミというものです。手のひらに収まるぐらいのかなりコンパクトな剪定バサミなんですけど、切れ味めちゃめちゃ良くて、うちにはねあんまり大きい株がないので、これぐらいのねコンパクトな剪定バサミがね非常に使いやすいんですよね。やっぱり剪定バサミ一つあると枝を切ったり、あとこう後ろのパキプスとか例えば挿し木したいとか思った時に挿し木のね枝をこう剪定したりとか、あとアガベとかの枯れた下葉を切る時とかもこれぐらいのサイズだとね非常に切りやすいんですよね。あと剪定する時ってちゃんと切れ味もすごい重要で、切れ味が鈍いハサミで切るとこう断面をね余計に傷つけてしまうっていうのもありますので、綺麗に滑らかに切れることがねすごい重要なんですけども、そういった時にもねこの非常に切れ味のいい剪定バサミ、こちらがね使えるんですよね。あとねデザインもかっこいいんですよね。ここにね角千円のロゴが丸くねこう入ってますけど、このねロゴが控えめに入っていて、全体がねブラックです。グリップの部分はねこうレザーになってるんですよね。レザーになってるので、見た目ももちろんかっこいいんですけど、こう握った時のね手に馴染む感じ、これもねすごい良くてとても気に入っています。はい、まずこちらが富山刃物の角千円別注のミニ剪定バサミですね。こういったものと、あと剪定バサミはねもう一つ大きいものも持っていて、こちらも富山刃物のものなんですけど、万能剪定バサミというものですね。ちょっと大きめですね。こちらもかっこいいですよね。うちではまだそんなに出番は実はないんですけども、太めな枝なんかをねこれでズバッとね剪定する時とか、あとはねアデニアグラウカとかああいうのねこう強剪定っていうんですかね、真ん中からスパッと半分に切ってしまうとか、そういったね剪定をする時にこれぐらいのねしっかりした大きなねハサミがあると使いやすいんですよね。うちで最近使ったのはこれはモンステラを剪定した時と、フランスゴムノキですかね。フランスゴムノキの枝結構ねしっかりしてるので、この大きいハサミでスパッとね切りました。これもねとても切れ味良かったです。こちらは富山刃物の万能剪定バサミ、こういったね大小2つの剪定バサミを使っています。実際ね1つあればいいかなと思うんですけど、大きい枝を切る予定がある方はねこういったしっかりしたね大きめな剪定バサミもあるといいと思います。あとはねこの開墾植物とかこうアガベのねこう土を入れる時ですね、植え替えをした時とかに土を入れるものっていうのもね紹介していきたいと思います。土を入れる時に僕が使ってるのはこちらですね。サスコップというね土入れです。これめちゃめちゃ使いやすくて、5月のね買ってよかったものでも紹介したんですけど、めめさんというところのサスコップというものなんですけど、こういったねミニマルな作りの土入れなんですけど、特徴としましてはここのね底面ですね。底面がねこうメッシュ状になってるんですね。メッシュ状になってるので、開墾とかねやってる方はわかると思うんですけど、土を入れる時に土のねみじんが入ってしまうと、鉢の中にねみじんが入ってしまうと通気性が悪くなってしまって、水だったり空気がね詰まってしまうので、あんまり植物にとってね良くなかったりするんですけど、土を入れる時にね一回これでふるいにかけることによって、ふるいにかけた状態のみじんが残ってない土を入れることができるというね、そういった優れた土入れになっています。
でこちらはめめさんのサスコップの大の方で、こちらが小ですね。大小僕2つ使っています。大きい方はメインの用土を入れる時に使っていて、小さい方もねちゃんとこれメッシュついてますけど、小さい方は藤綱とかを入れる時に使っています。でどちらもそうなんですけど、このね注ぎ口というか先端の部分が少しねこう扁平というかかなりね開いた形になってるので、土を入れる時にね狭いスペースにも入れやすいんですよね。こんな感じで結構アガベって8とギリギリぐらいのサイズ、ちょっとはみ出てるぐらいですよね。これぐらいの径の鉢っていうのをね使うと、この締まった形でアガベを育てることができるので、そういうねサイズギリギリのものを使ったりするので、この土を入れるスペース自体がねかなり狭いんですよね。だけどこういったね先端が扁平なものであれば、ここにね土を滑り込ませるっていうのもね非常にやりやすいんですね。でこれだとちょっと大きすぎるなと思ったら、こちらの小さい方の土入れでこういう風にね滑り込ませれば、これだったらね全然入るので、非常にねこう土入れをする時にやりやすいスコップになってます。はい、こういったねサスコップ、こちらがめめさんのサスコップという土入れですね。こちらねめめさんのインスタグラムの方で受注生産みたいな形になってると思いますので、僕も DM でお願いして購入させていただきました。結構このサスコップ周りで使ってる方も多くて、実はねこれ僕も紹介していただいたのがリトマンさんなんですよね。植物系の大先輩リトマンさんがこれ使っていて、めめさんのサスコップいいですよと言っていただいたので、こちらをね注文させていただいたんですが、いろいろね他の方の動画とかを見ていると、あの日の園芸の陽介さんとかね趣味かさんもこの前購入されてましたね。そういったね植物系 YouTuber 界隈でもね大人気な土入れなので、僕もねこれとても使いやすいので、もう日々ね使わせていただいてるんですけど、こちらがめめさんのサスコップ、土入れはね絶対にあった方がいいんですけど、こういったね使いやすいもの、みじんを振り落とせるようなもの、こういったものがねおすすめです。であと大量に土入れをする時とかはもっとね大きいサイズがいいので、その時はねザクザクねこちらのこういったアルミメッシュのついたものですね、これでザクザクやったりするんですけど、これはこうやってね結構大きいので、アガベだったり隙間があまりないものにはね向かないので、用土をたくさん入れるものだったりにはこういうのをね使ったりします。この前植え替えたこのピグマヤとかね結構土の面積多いので、これとかだったらねこれでじゃんじゃん入れちゃったりしていましたね。あと観葉植物とかですね、ふるいにかける必要がないものはこういうプラスチック製の Amazon で3個セットで1000円もいかないで多分買えるやつなんですけど、100均とかでも多分売ってると思うんですよね。こういったもので土入れしたりしています。で続いて紹介するのがこちらですね。これめちゃめちゃかっこいいですよね。これがアメノマさんのメタルソイルスティックというものです。これはねどう使うかというと、アガベとかをね育ててる方はわかると思うんですけど、植物を植え替えた時に土を入れますよね。用土を入れて、用土の隙間をねこれを刺すことによって用土の隙間を詰めていくというものです。土入れをするときに赤玉土とか日向土とかね結構一個一個のサイズは大きいので、最初にさーっと入れただけだと土同士のね隙間が結構あるんですよね。それをこのスティックでつつくことによって隙間を埋めていって、全体的に土をちゃんと下の方まで詰めるっていう役目があります。言ってしまうとねこれ割り箸とかでも全然いいんですよ。先がある程度尖ったものだったら土の中入ってきますので全然いいんですけど、最初にも言った通り使っていてちょっとテンションが上がる園芸ツールっていうのがねすごい僕は重要なんじゃないかなと思っていて、やっぱりね園芸を楽しむっていう意味でもこれを使って土の隙間を埋めているっていうね、そのなんか武器を使ってる感じ、これがね楽しかったりするので、これとかねもう槍みたいな感じですよね。かっこいいですよね。こういうねかっこいいソイルスティックでつついたりするとね、ちょっとなんか園芸もより一層楽しくなるかなと思ってこちら使ってます。このねトルネードが刻み込まれているねめちゃめちゃかっこいいデザインなんですよね。先端こういった形で尖って、でこれね結構重さがちゃんとあるんですよ。土に差し込む時に割り箸とかだと軽いと思うんですけど、この重さがね結構土の中に入りやすいっていうのはね実際あるんですよね。なので実用的な観点でいくとこの重さっていうのは割と価値あるところかなと思います。土の隙間を埋めるソイルスティック、こういったねテンション上がるものを僕はね使っています。アメノマさんのメタルソイルスティックですね。であとはこちらですね、ピンセットです。結構長めなピンセット、これは角千円さんのピンセットですね。これねすごい使いやすいんですよ。これ長いので、例えばちょっと取ろうかな。はい、こういったねエボリスピナーとかがあるんですけど、エボリスピナーってこんな感じで葉がぎっしりしているのでもう全然隙間がないんですよね。だけどこういったね長いピンセットだったら、例えばこの中に土がね挟まってしまったとか、あとは場合によっては虫がねいましたとかいった時もこれでね挟んで
取り出すことができるということですね。普通のピンセットよりもね、奥深くまでちゃんと届いて取り出すことができるのでね、こちらの長いピンセットを使ってます。で、もちろん短いピンセットも持っていて、短いピンセットはこちらを使ってますね。これ実は先日開墾愛好会でリトマンさんから購入させていただいたリトマンさんのこの天気規格のロゴ入りのピンセットです。これね、先端がこんな感じでかなり鋭利な先端になっていて、このね細い先端がいろんなところでね、これはこれで役立つんですよね。例えばうちだとね、バリダーのメス株とかがあるんですけど、バリダーのメス株とかってね、こう種が弾け飛んで土の中にね埋もれかけたりするんですけど、そういったね細かいちっちゃい種を取り出す時だったりとか、あとはこういうね小さめな株のさっき言った土をこうどける時とか、他の植物の枯れ葉がね挟まってしまったりとか、そういった時にねこれを使ってどけたりするとかね、そういったかなり小回りの利くピンセットになっているので、細かい作業をする時にはねこれぐらいのサイズが非常に役立ちます。小さいピンセットもね持っておくと非常にやりやすいと思います。リトマンさんこれめちゃめちゃ使いやすいです。ありがとうございます。あとこのツールスタンドで使ってるのは、普通のハサミも一応入れています。鉢底網をね切ったりとか、そういった時はねこの普通のハサミの方が使いやすいのでこちらを使ってます。あとはミニカッター。これはねアガベの発根完了する時とか、このアガベの側面をねちょっとだけ削りたい時とか、そういった時にねこちらを使っています。こういったねアガベを切る時とか、あとは先ほどの剪定バサミを使う時とかってなるべくねちゃんと刃を消毒した方がいいので、そういった時にはねこちらのライター使ってますね。これ普通のライターですね。でも黒でちょっとかっこいいライター。こういったライターでこの刃の先端をちゃんと炙ってあげてから、それでねちゃんと冷ましてからアガベの側面をねちょっと傷つけるとか、傷つけたところから発根していくので、そういった時にねこういう風なライターでちゃんと炙ってあげています。消毒しないとねやっぱり植物はデリケートなので、すぐにね菌が湧いてしまったりするので、そういったものをねこのツールスタンドに入れています。でこのツールスタンド、これはですねイデアコというところのツールスタンドですね。イデアコのツールスタンド、以前買ってよかったものでも紹介しましたが、これねとても使いやすいんですよね。イデアコはこういった感じのストーンみたいなね質感のツールスタンドをいくつか出していて、僕が使っているのはこのねツールスタンドコンボというね2つの大小の円筒が連なったものになってます。これくっついてるんですけど、こういったものになってます。ここに園芸ツールをこうまとめて入れています。縦に入れておけるねツールスタンドなので、こうねツールも取り出しやすいので非常にね使い勝手いいと思ってます。あと植え替えをする時に欠かせないのはこちらですね、グローブですね。こちらを植え替えをする時はね僕はこれを使ってます。マナズファームさんのグローブ使ってます。こうねアガベとかって結構ねこうツン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 立派なね巨種と言われるねトゲがありますので、植え替え作業をしてる時にね結構刺さるんですよね。だけどこれであればラバー加工されてるので、巨種からね手のひらを守ってくれますし、あとね滑り止めにもなるので、大事な株をねスルッと落としてしまうなんてこともないので、ラバー加工されたようなこういったグローブ、これもねこういった植え替え作業なんかする時にはねあるといいと思います。あと植え替え作業で使っているのはこちらですね。こちらの卓上クリーナーですね。この前の買ってよかったものでも紹介しましたが、このね裏側にブラシがついた強力な卓上クリーナーです。で僕はねこの机の上で植え替え作業とかねよくやってしまうんですけど、そうするとねやっぱり細かな土ぼこりだったりとか、もう石とかもねコロコロ落ちていたりするので、それらを払ってしまうとねまた床が汚れてしまうので、ちゃんと卓上でクリーニングしていきたいんですけど、その時にねこの卓上クリーナーがあれば、これ結構ね強力なので、ここにスイッチがあって結構強力なクリーナーなので、これでね砂も土も水苔も小石もね全部取ってくれるので、植え替え作業の後にはねかなり使いやすい卓上クリーナーだと思います。お部屋で植物のね植え替えなんかをする方にはねこれ絶対必携だと思います。めちゃめちゃおすすめです。はい、まず植え替えする時のツール系はこんな感じですかね。で植え替えに使っている用土はこういったね100均のケースに分けて入れています。こちらが用土で、こちらがね富士砂入れています。で用土ねこれ開けるとこんな感じで用土がねたっぷり入ってます。で一応ねアガベの用土、開根系グラキリスとかの開根系の用土、あとはパキプスとか漢木系の用土というふうにねこういうふうに分けて作っています。一応自分で配合しています。でそれぞれねどういった配合にしてるかっていうのはこういうふうにねラベルライターで、これだったらグラキリスの用土で赤玉とカヌマとヒューガとゼオライトとクンタンみたいなねこういうのを書いて、何混ぜたっけなっていうのがね後からも分かるようにしています。で
でこのラベルライターはこちらの以前ね買ってよかったもので紹介した P-Touch Cube というねブラザーのラベルライターを使っています。植物に挿しているタグもね全部こちらのラベルライターでプリントしてね貼ってます。この P-Touch Cube コンパクトでね非常に使いやすいのでおすすめです。こちらのねケースにヨードを入れていて、であとこのクリアケースの方には富士砂を入れています。はい、こんな感じで富士砂入れています。これはね大きいサイズで、こちらは中くらい、こちら小粒で、こちらちょっと鋭利なグレーのもの、こういった感じでね富士砂というか化粧砂ですね、化粧砂をサイズに分けてね入れています。これも全部100均です。であと植え替えをするときに肥料をねこのマガンプ系の中粒をね数粒入れるんですけど、その時に使うのがこちらのこれ100均のソースを注ぐソースディスペンサーみたいなやつなのかな。先端がこんな感じで中粒が1粒2粒ずつ出るぐらいのやつなんですけど、これ非常に使いやすいのでセリアで買いました。これも100均です。であとは殺虫剤のオルトなんですね。これはね適量振りかけるって感じですね。これは容器そのまま入れられるのでこのまま使ってます。はい、植え替えをする時に使う用土とかねそういうの入れてるものはこういった100均を主に使ってます。はい、先ほどね用土は自分で配合していますよという話をしたんですけども、配合する前の用土のケースはこちらを使っています。パール金属のハンディストッカーというもので、お米とかを入れるストッカーですね。ここにこういった感じでよく使う用土3つを分けて入れています。だいたい5リットルか6リットルぐらい入るやつですかね。ここからスコップですくいながらね配合していきます。スコップはこのダルトンのアルミニウムスクープというのを使ってます。これちゃんと取っ手がこういう風についているので握りやすいですし、土もね取り出しやすいです。で取り出した土はこのステンレスの土ふるいに入れてちゃんとねみじんを最初に抜きます。はい、こういった作業はねこのベランダでやってます。でふるいにかけた土をこういう風に配合してそれぞれの植物に合わせた用土にしていきます。はい、続いて植物の育成環境についても紹介していきたいと思います。結構ね育成環境も気になる方多くいらっしゃるんじゃないかなと思うので、こちらもねちゃんと説明していこうと思います。うちは屋外と屋内両方でね育成してるんですけども、株数がそこそこあるので分けないとね育成していられないというのもあって、育てている植物に合わせて育成環境というのもね整えていっています。まずね屋内の育成環境から紹介していきますけど、屋内ではアガベを中心にある程度の日照時間、光がね必要なものっていうのをね中心に育てています。屋内で日光と同じぐらいの光をね取り込もうとしたらねどうしてもやっぱ植物育成ライトっていうのが重要になってくるんですけど、こちらをね照射できるような環境っていうのを作っています。まずこちらから説明していきますが、これねベッドサイドなんですね。ベッドの枕元のところにこういった育成環境をね組んでいます。うちがねワンルームで部屋がねそんなに広いわけではないので、どうしてもねこの環境を組むとしたらここしかなかったのでここに組んでるんですけども、まずこの DIY でねフレームを作りまして、そこにライティングレールを取り付けて LED ライトを取り付けているといった形になってます。あと自動首振りのね扇風機もつけています。植物の育成には水と光とあとこのね風も重要になってくるので、扇風機もねこういう風につけています。でこの下にはねアガベの小株から中株ぐらいまでをね並べて育成しています。アガベね結構強い光を当てて育てています。でこのライティングレールに取り付けているのは全部ねハルデザインの HAS38 という LED ライトをつけています。これかなり明るさも強くて日光大好きなアガベにはねこれぐらい強い光をね当てています。株から3、40センチぐらいの高さのところから照射していますが、この距離だとね葉焼けを特に起こしたりもしていないのでこの環境でやってます。なので水をあげる頻度結構多いですね。もう2日に1遍とか、もうカラカラに乾ききる前に水あげちゃったりしています。中株ぐらいまでは比較的に水を多めにあげても特にね根腐れしたこともないので、多めにあげてしっかり水を吸わせてあげて、それでしっかり光も当てて、で風もしっかり当てると。風を当てることも結構重要ですよね。でこうすることで健康にねたくましく育っていくんじゃないかなと思います。去年ぐらいまでは結構アガベは辛く水をね絞って
して成長させるといいみたいなね、そうすると丸く綺麗なフォルムが作れるみたいな話をよく聞いていたんですけど、屋内でしっかりねこう LED ライトで日照条件を作れば、都内のねマンションみたいに日照条件がそんなにね良くない環境よりはねよほど強い光をねずっと当て続けることができたりすると思いますので、あとね風もこういう風に人工的ではありますけど扇風機でね送り続けることができれば、アガメにとってもね過ごしやすい環境が作れてるんじゃないかなと思うので、健康に育つんじゃないかなと思います。このハス38にはね全部シェードリフレクターというのをつけています。これはねインスタグラムの洋平さんという方が作られてるシェードリフレクターなんですけど、あいママさんなんかでもねお取り扱いがあるんですけども、裏側にこういう風に反射板がついていて、ここに LED ライトの光を反射させて植物に向かってねより光が集まる形になるんですね。このシェードをつけていないと光がね外に広がってしまうんですけど、このシェードをつけることでより下に向かって集中的にね光を下ろすことができます。あと先ほど言ったように僕ねこれベッドサイドで使ってるので、このねシェードリフレクターがあることであんまりね枕元に光が注いでこないので、朝ね8時になったらこのライトがつくんですけども、目覚めた時にね目開けてすぐに目の前に直射日光があるみたいな状態にならなくて済むというね、そういった効果もあるので、うちのようにねこうベッドサイドで育成環境を組んでる方にはねリフレクターっていうのは必須なんじゃないかなと思います。いずれにしてもね光を集中的に浴びさせるためにはねこのシェードリフレクターあるとねいいと思います。はい、あとねこちらの照度計も紹介しておきます。これデジタル照度計でこれをボタンを押してこういう風にかざすと、そこのね照度明るさっていうのをね測ってくれます。あとねもう一個この黄色いやつも使ってるんですけど、これ照度計2つ使ってるんですけど、このね同じところで測ってもねこの2つで結構ねズレが生じたりするんですけども、精度が高い照度計を探していたりするんですが、もしね皆さん高精度な照度計ねお持ちだったらねぜひ紹介いただければ嬉しいです。これも紹介しておきましょうかね。グリーンマウンテンさんのグリッドポットのクラックスリット鉢というもので、これかっこいいですよね。これ 3D プリンターで作った鉢なんですけど、ひびがこう入った陶器鉢みたいなねめちゃめちゃかっこいい鉢なんですけど、しかもスリットが入っているのである程度のね通気性もいいというものになってますね。何よりやっぱデザインがかっこいいですよね。あとこの下に引いてるのが台座というもので、こうハニカム状に隙間があるので、鉢に水やりをしてもちゃんとこの台座に水がね溜まってくれるので、台がね水浸しにならなくて済むというね、そういった台座になってます。台座自体もねめちゃめちゃかっこいいんで、こういう風にね鉢を置いておくとね見栄えもいいですよね。でこちらが台座で、こちらがね受け皿というものですね。機能的には近いものでデザインがちょっと違うんですね。こちらがスクエアスタッツの S サイズかな。こちらが受け皿のラウンドスタッツの L サイズですかね。あとはこの辺はセリアのキッチン整理用のケースを使ったりとか、あとこの小株を乗せてる台ですね。これも100均のキッチンのシンク下とかに入れる棚だったかな。棚をね折りたたんでこのように置いて、その上にね小株を置いています。その下に敷いてるこのグレーのやつがこれね珪藻土マットなんですよね。珪藻土マットなので、このね小株にジャーっとね水やりをしてもちゃんとこの珪藻土が水を吸ってくれるので、こちらもね台が水浸しにならなくて済むというようになってます。あとこのキッチンの棚をこういう風につけることで、そこをね浮かせることができるんですよね。でそこを浮かせて横からこういう扇風機で風を送っていて、結構アガベの用土って早く乾かすことも重要だったりするので、下からもねこう風を送って用土をね早く乾かせるようにしています。このね下から風を送るのを始めてからかね、結構アガベの成長速度がね速くなったような気がするんですよね。なのでね上から下から風を送って用土を早く乾かしながら水をね高頻度で上げていくっていう風にすると、アガベがねより早く成長するんじゃないかなって気もしています。この辺まだね実験段階ですけど、こんな感じで育成してます。あとこちらはキフォステンマのユッタイに今発根管理中なんですけど、土に植えて土耕で発根管理してるんですけども、周りに巻いてるのはこれねカメラのレンズに巻くレンズウォーマーですね。極寒の地とかでカメラを使うときにカメラのレンズをね温めるためのレンズウォーマーというものなんですけど、結構ねユッタエとかってかなりね温度が必要になってくるので、これを巻くことによって鉢内の温度をね35度から40度ぐらいまでね上げられるので、こちらのねレンズウォーマーを巻いて発根管理しています。ちょっとこれねまだ根が出てるかどうかわからないんでドキドキなんですけど、根が出たらね結構大株なユッタエが誕生するって感じなのでね、どうにか根が出ることを願って
ってます。あとこちらはね、アガベを2株は今発根管理中です。下にね、ヒートマットを敷いて、その上にこれね、100均で購入できる野菜を蒸すやつだと思うんですけど、これがね、こういう風にスリットというか、切れ込みがね、たくさん入ってるメッシュ状になっている器になってるので、ここに水ゴケをたっぷり入れて、ここにね、メネデール水を染み込ませて、そこにアガベの小株を刺して発根管理しています。で、だいたい25度ぐらいで管理してますかね。光は適度に当てながら風もちゃんと送るっていう風にしていくと、割とね、すぐに発根しますね。もうこっちとかでも発根してますね。水ゴケ発根ね、かなりアガベの発根率高いので、もう最近はね、アガベは水ゴケ発根一択という感じでやっています。結構しっかりした根がこういう風に出るのでね、水ゴケ発根おすすめです。あと育成環境としては、このデスク下にですね、こういう100均で買ってきたスチールラックで組んだ育成環境を構えてまして、ここにはね、自分で種まきした播種した植物たちをね、育成しています。下にヒートマットを敷いて、その上にね、育苗ポットをこういう風に置いて、それで腰水管理をしてる感じですね。上には LED のプレートをくっつけて、ずっとね、常に照射してる感じですね。これも1日12、3時間ぐらい照射してますかね。あとこちらがこれね、こたつのケージの上をいよいよね、植物棚にしつつあるんですけども、ここにこのバレルのアコンドというね、フロアランプスタンドを立てて、そこにヘリオスのライトをつけて、その下でね、植物を育成しています。冬になったらね、室内に植物を取り込まなければいけないんですけども、いよいよこのこたつのケージの上もね、こういう風に植物棚として使っていかないとね、もう間に合わないなという感じになってきたので、環境を作りました。あと育成環境だとこちらのドローアラインにビカクシダをいろいろ吊るしてます。こちらのビカクシダにも LED ライトを当てていて、アマテラスの 10W と 20W のもので、あと一番上にはつくよみをくっつけていて、つくよみがね、このウィリンキーとかをね、照らしてる感じになってます。あとこのビカクシダスタンド、こちらはね、自作しました。このリドレーをね、かっこよく飾るスタンドが欲しいなと思って自作してみました。このビカクシダスタンドの作り方もね、過去に動画で上げてますので、こちらね、リンクも貼っときますので、よろしければね、見てみてください。はい、室内の育成環境はこんな感じですかね。で、続いて屋外のね、管理環境について紹介していきます。屋外にもね、結構植物たくさん出しているんですけども、主にね、この IKEA のレールベリという棚にね、載せて育成しています。これもともとね、植物棚でも何でもなくて、普通にね、室内で使う棚らしいんですけども、多肉植物界隈ではね、これ多肉棚って言われるぐらいにね、結構人気な棚になってますね。前面が少し傾斜がついているので、奥の方までね、日光が当てやすいような作りになっていたりするっていうのもね、あって人気なんだと思います。棚の部分はもともとこれ裏返しなんですけども、本来の使い方とは逆にね、この裏返してこう使うことによって鉢がね、落下しないようにしています。あとその下にはね、こういう風に半透明のね、板を結束バンドでくくりつけていて、これにもね、傾斜をつけてこういう風に取り付けているので、こうすることで上から水やりをしても下のね、株には水がかからないで、ちゃんとね、水が後ろに流れ落ちるようなね、作りにしました。IKEA のレールベリをちょっとカスタマイズして植物棚として使っています。うちはね、大きい方を2つと小さい方を1つ使ってます。で、あとベランダのね、手すりにこう引っ掛けるラックみたいなのもね、使ってます。このベランダの手すり付近がね、一番日照条件実は良かったりするので、ここにね、日光を好むような植物を置いています。で、あと水やり周りなんですけども、一番うちで使っているのはこちらのシャワーホースですね。ロイヤルガーデナーズクラブのコンパクトガーデンリールというものですね。これめちゃめちゃ使いやすいです。このノズルの先端部分を回すことでシャワーの範囲だったり勢いだったりをね、変えることができるので、これでね、適度な水圧で植物にね、水やりをしています。結構ね、強めなシャワーが出せるので、このアガベとかって鉢内のね、空気を抜いたりとか、あとはね、ちっちゃい虫とかがもしいたら、そういうのもね、シャワーで洗い流したりする必要があるんですけど、これであればね、しっかり鉢の中まで水を送れるので、非常に使いやすいシャワーホースだと思います。広範囲に水やりをするときは、このコンパクトガーデンリールをメインに使っています。あと液肥を混ぜた水を散布するときとかは、このね、スクイッシュウォータリングガンっていうのを使っています。これ折りたたむとね、こんなぺしゃんこなんですけど、ここにね、水をたっぷり注ぐことができて、こんな感じで全部でね、6リットル入ります。結構大容量になります。パンパンにするとね、こんな感じになります。で、ここに液肥を入れて混ぜて、肥料を撒いたりしています。
であと屋外というよりどっちかというとこれは室内で使ってますけど、小さな鉢とかに水やりをするときはこのねリッチェルのラウンドピッチャーというのを使っています。これは1リットル入るので、普通に水やりするときも使いますし、あとは液肥を上げるときとか、あとは活力剤上げるときとかもこちらにね活力剤なんかを適量混ぜて水やりをしています。この活力剤とかをね混ぜるときに使ってるこちらの長いスポイト、これねくるみどりチャンネルさんで紹介されていてすぐに購入したんですけど、これこういう風にねスポイト自体が長いので、液肥とか活力剤のボトルって結構ね深いものが多いんですけど、そういったね奥底までこのスポイトがねちゃんと届くので、これで吸い上げてピッチャーの中に注いで、このままねこれで攪拌することもできるというのでね、非常に便利な、ね、スポイトだと思います。今までは僕ね100均で買ってきた注射器とかを使ってやってたんですけど、この長いスポイトねめちゃめちゃ使い勝手いいなと思いました。おすすめです。あと水やりする時に使ってるのはアイビルのエアリーミストですね。これ結構前から僕紹介してますけど、かなり細かな水を散布できるスプレーですね。しかも1回グリップを握るだけでかなりね長時間こう噴霧できるので、室内の観葉植物とかビカクシダに葉水をする時にね非常に役立ってます。これもねとても使いやすくて、うち3本ぐらいこれ今置いて使ってますね。あとこれは屋外で使ってますけどバケツですね。ここにねたっぷり水を溜めて、ここにねビカクシダをそのままドボンとね漬け込みます。ビカクシダってこの後ろにね水苔がついていますが、この水苔の中までしっかり水をね滴らせてあげないと水やりがねできないので、こういう風にね週に1回ぐらいですかね、もう結構水苔すぐに乾いてしまうので、しっかりこれでね水を染み込ませています。ビカクシダってこのね胞子葉、手前のね伸びてる葉っぱがね結構長いし、割とね板から胞子葉の先までって結構幅があったりするので、大きめのねバケツが必要なんですけど、かといってねずっと大きいバケツをベランダとかに出しっぱなしにするっていうのも難しいので、こういうね折りたたみできるバケツをねベランダに置いて使ってます。これであればね胞子葉を折ってしまったり傷つけることなくね水をしっかり染み込ませることができるので、この大型のバケツもね必需品ですね。あとこちらが高木の蓄圧式ガーデニングスプレーというものです。これは主に木作スとかを広範囲にねかけるときに使ってます。こういう風にポンプで圧力を蓄圧していくことによって細かく霧状に長時間ね噴霧することができます。はい、水やり周りはこんな感じですかね。で、あと屋外で使ってるのはスイッチボットの温湿度計ですね。屋内ではこの温湿度計プラスというのを使っていて、屋外ではこの防水温湿度計というのを使っています。防水なので雨とかにねさらされてしまっても故障することなくね屋外の温度と湿度を測ることができます。これねディスプレイはついていないので、温湿度は実際はねアプリの方で確認します。植物はね温湿度非常に重要になってくるので、これがねこういう風に水位で確認できるっていうのもね植物を管理する上ではね使いやすいですよね。あと屋外の植物にもちゃんと風をね当てる必要があるので、こういう風にね充電式のサーキュレーター扇風機をね当てています。自動首振りの扇風機で、これはねキーナイスというところのを使ってます。結構ね植物系の YouTuber の方、他の方のも見ているとこのねキーナイスの扇風機使ってる方多いですね。屋外なので電源が引けないので、こういう充電式のものを使う必要があるんですけど、いろいろ見た中でクリップ式で自動首振りをしてくれて、で半日ぐらいねちゃんと風を送り続けられるものってなってくるとね、このキーナイスのものがね使いやすいなと思ってずっとこれ使ってます。今日紹介したアイテムは全部概要欄にリンクも貼っておきますので、気になる方はねそちらからチェックしてみてください。はい、屋外での管理環境はこんな感じですかね。はい、そういうわけで今日は僕が使っている園芸ツールと植物の育成環境を紹介してみました。すでにね園芸を楽しまれている方だったり、これからね植物育成をねしていきたいという方のね参考になったら嬉しいです。このチャンネルではこういうね植物に関する動画もたまにねお届けしていますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。